さんこんにちは、ウッシーでございます。今日はソールスベリーという町にやってきてまして、今度高校生の修学旅行で学生さんをお連れしないといけないんで、しばらく来てないんでまた下見でございます。ソールスベリーという町、昔に比べて随分綺麗になったんですが、今またこれ歩道を広くする工事かなんかやってるみたいで、ますますおしゃれな街に変身していきそうな感じです。ソールスベリーという街自体は聞いたことない方が多いと思うんですが、ただ何年前かな、10年ぐらい前にロシアのスパイかなんかがノビチョフってやつで暗殺されたのかな、されそうになったのかな、なんか事件がありましたね。その2人の暗殺者たち、ロシアからイギリスに飛んできてたんですが、その時に何しに来たんだと、いやソールスベリー大聖堂を見に来たんですというようなことをインタビューかなんかで言ってました。僕たちただの旅行者ですみたいな、実は殺し屋だったのかもしれませんが、はい、ソールスベリー大聖堂、ターナーコンスタブルの絵でも有名ですし、イギリスで最も背の高い教会がソールスベリー大聖堂です。そしてそこには大憲章マグナカルタもあります。はい、ではソールスベリー大聖堂に向かいます。道が随分工事中です。こっちはね、電線とか全部地下に入ってる分、何かかんかあるとすぐこんな感じで掘り起こさないといけないんで大変ですね。あ、これもしかすると歩道を広げるのかもしれないですね。ロンドンなんかこの20年特にそうですけど、特に商店街とか買い物客の数がすごいんで、歩行者用の通りを随分広くしてます。ソールスベリーもイギリスオーバーツーリズム、ストーンヘンジに来るお客さんも随分増えたんじゃないかと思います。それを見込んで、もっとソールスベリーの街にも来てよという計画かもしれません。時計塔が出てきて、石造りの雰囲気ある建物が出てきました。フィッシャートンストリート、はい、いい感じですね。はい、こちらがエボン川でございます。この上流でよく釣りするんですけどね。あれ、今のマスかな、違うかな。はい、このかっこいいパブ、庶民の味方、安くて有名なパブです。はい、おじいちゃんおばあちゃんが多いんですけどね。ということでここは年金生活者憩いの場となってるんですが、うわ安いロンドンの安いところよりも1ポンド安いです。はい、それでちょっと川沿いを歩いてみます。最近地方都市に行くと見かけるコーニッシュベーカリーです。ロンドンにはありませんが、全国に60店舗ほど。ロンドンは家賃が高いんで進出してこないんでしょうかね。コーニッシュプディング食べたことないな。後で食べてみましょう。ハイストリートをまっすぐ南に南下するとすぐソールスベリー大聖堂です。読書嫌いの私が一気に読んでしまった本で、イギリス人の作家ケン・フォレットの大聖堂という本があります。本の舞台となるキングスブリッジ大聖堂のモデルがソールスベリー大聖堂と言われています。すごい
15世紀からの宿屋、古いくせにザ・ニューイン、こういうとこ多いですね。1777年って書いてますけど、建物自体は15世紀なのかな。中庭では大聖堂を眺めながらビールが飲めます。14世紀にできたハイストリートゲート、ここを抜けるともともと法の手が及ばない教会の治外法建築カシドラルクローズ、いわゆる境内に入ります。ゲートの一部は昔牢屋としても使われてたそうです。イギリス人の好きなファッジ屋さんです。全然粘りっ気はないんですが、キャラメルのご先祖さんみたいなもんと思ってください。超甘いです。ストーンヘンジ、ファッジで作ってる。17世紀にできたコレッジ・オブ・マトロンス、やけにかっこいい建物ですが、恵まれない女性用のために作られた鎧みたいなものです。最近至る所こういうのでいろいろ説明聞けるようになってますね。便利になったもんです。Check out our special and fresh cakes. よいしょ。ソールスベリーといえば、この国で一番背が高い大聖堂でございます。うわ、大きくて離れないと入りません。高さ123メートル。昔はセントポール大聖堂、同じようなゴシックで150メートル高さあったそうですけど、雷で焼け落ちて、その後今イギリスで一番背の高い教会がソールスベリー大聖堂でございます。いやー、この芝生がふかふかして気持ちいいです。さて、たくさん像がありますけど、誰が誰だか全然わかりません。わかるのはこの人ですね。剣持ってますよね。ということで、目から鱗のポールさん、彼ローマ人なんで剣で首になりました。そうするともう一人必ず隣にいるようなのがペテロさん、この人ですね。本当だったら鍵持ってるんですけど、もう石が溶けちゃって鍵持ってることが分かんなくなってます。そして、ちょうど真ん中の左、ドラゴンの首みたいなのが手に持ってますね。イギリスの守護聖人、聖人ジョージ。そしてその隣、矢がいっぱい刺さってるんでサンセバスチャン。それぐらいしか分かりませんね。あとどっかにこの教会のモデルを持った人がいるそうなんですが、それがこの教会を作ったなんとかさん。あれかな、これっぽいですね。はい、この真ん中の人、なんかモデル持ってますからね。多分この人だと思います。はい、あとはさっぱりわかりません。
YouTube ノープロブレムと言われたので、中の様子もちらりとご覧いただきましょう。人が詰まっているところは大聖堂のモデルと、今でも動くものとしては世界で最も古い機械式時計です。画像では分かりにくいんですが、よーく見ると柱が歪んでます。聖歌隊入隊の儀式、後頭部を7回石にぶつけられるそうです。その石、こんなへっこんじゃいました。作られたのは1386年。昔は時は耳で聞くもの、文字盤がありません。ジョン王の異母兄弟ウィリアム・ロングスピー、父親はヘンリー2世です。目が怖い。新郎、ネーブはラテン語で船。こちらは庶民側です。内陣、チャンセルは敷居という意味だそうで、こちらは聖職者側です。壁にかかっているのは十字架じゃなくて、これ定規です。大聖堂は三方を川に囲まれているため、よく浸水するそうです。回廊に出るとチャプターハウスにマグナカルタがあります。マグナカルタは何度かにわたって再交付されてますので、世界中いろんなところにありますが、オリジナル1215年のものは現存するものは4つ。こことリンカン城、そして大英図書館が2部保有してます。残念ながら写真撮影は禁止。保護のためこの小屋の中に展示されています。ソウルスベリー大聖堂の大憲章マグナカルタ、綺麗ですね。保存状態が他と全然違います。では大聖堂周りをくるりと一周してみましょう。7月です。ダウン着なきゃいけないぐらい寒かったんですけど、今ちょっと太陽が出てやっとちょっと暖かくなりました。今年は寒い。まあ綺麗に咲いてること、 Google レンズでチェックしました。立ち青いだそうです。もともとこの上にはチャペルがあり、作曲家のヘンデルがリサイタルやったとか。サマセット・モームの選んだ世界10大小説の一つ、ヘンリー・フィールディングのトム・ジョーンズ。その主人公ソフィアのモデル、ヘンリー・フィールディングの奥さんが住んだお家がこちらです。トム・ジョーンズ、当然私は読んでません。そしてこちら左手奥は学校。そこで17年ほど校長を務めてたのがノーベル文学賞を取ったウィリアム・ゴールディング、ハエの王。また本は読んでませんが映画は見てます。元祖バトルロワイヤルみたいな非常に面白い映画でした。彼はザ・スパイア、戦闘というソウルスベリ大聖堂をモデルとする本も書いてます。この本の表紙は完全ソウルスベリ大聖堂ですね。ソウルスベリへお越しの際はゴールディングの戦闘をぜひ読んできてください。私は読んでませんが、ケンフォレットの大聖堂は本嫌いの私が徹夜で読むぐらい面白かったです。結構意外と甘くなくて美味しいです。コーニッシュプディング、ウィキペディアにないです。コーニッシュブレッドプディングか。ペーストリーを何枚も重ねてクリーミーなカスタードにラズベリー、ブルーベリー、ホワイトチョコレートなどを乗っけて焼くと。オールドジョージモール、ここが普通の住んでる人たちのショッピングですね。マークス&スペンサーもあります。プレーターもあります。フィッシュロー、ここにソウルスベリーインフォメーションセンターがあります。あとタウンホールかな。トラファルガーウェイ、ファルマウスからロンドンまで
271マイルを37時間、馬を21回乗り換えて、14回目に馬を乗り換えたのがソルスベリーだったと。4日に到着して6日にロンドンに到達することができたんですね。すごいな。フィッシュ&チップス。ここもベーカリーですね。地元のベーカリーかな。はい、こちらがマーケットスクエアです。やっぱりこれタウンホールですね、市役所。Be the best。ここにあれ、この後ろか、シズリングスクイッズっていうタイ料理のレストランがあるんですけど、ケンブリッジのビデオで紹介してます。ロンドンにはないんですが、おしゃれな地方都市に家賃が安いところに展開するという非常にコスパのいいタイレストラン、シズリングスクイッドとかその辺にあったと思います。あれですね、ここのタイタパスのランチがいいです。中に入ると非常におしゃれです。はい、空いてますね。昼なんで。水の量が少ない感じですね。うわー、水が少ない。水の量が少ないです。駐車場は街中にあって非常に便利です。大聖堂まで徒歩でも10分ほどしかかかりません。はい、こちらロンドンから電車で1時間半、ソールスベリーという鉄道の駅、実際私は車で来たんですけど、ここは、公共交通機関利用でストーンヘンジに行く時の、最寄り駅となりますので、ちょっとこちらを覗いてみました。続々とみんな降りてきてますが、コンパクトな駅、待合室も何もないです。チケット売り場、時計、改札で、ここにこんなとこに地図が貼ってますから、これパチッと写真撮っていかれるといいかもしれませんね。はい、こんな感じです。何にもないです。はい、こちらがソールスベリーの鉄道の駅。だいたい鉄道の駅は街の中心部ちょっと外れっていうところが多いです。はい、そしてあちらがソールスベリー大聖堂。駅を出て左に行くと緑色のバスが止まってます。はい、あれですね、始発が10時、戻ってくる時の最終がストーンヘンジ発7時。バス料金往復大人19ポンド50、約4000円です。